ローウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初は、業務連絡からになります。昨日の動画の概要欄で告知している、視聴者プレゼントの、応募者の途中経過を報告します。今現在の応募総数は、478件に達していますが、タイタンのトーテムの当選確率よりは、期待が持てる数字だと思います。視聴者プレゼントのことをご存じない人は、昨日の動画を見ていただければ、詳細を動画内で告知しているので、ぜひ、ご覧になってください。さて、本日の話題は、ギルド戦についてです。カーク信者が遊戯しているサーバー11のシルバーリーグでは、複数のギルドが戦略的にギルド戦を戦っていて、お互いが最高得点を取れるように、防衛拠点の防御を意図的に弱くしています。つまり、協定を結び合っているギルドが対戦する際には、ギルド戦にて、満点を獲得できるということです。ギルド戦の1週間の対戦スケジュールは事前に分かっているので、協定を結んでいるギルド同士で、このような獲得ポイントの操作が可能ということです。カーク信者の見解を話すよう。カーク信者的には、獲得ポイントの操作をしたところで、ギルドが強くなるわけじゃないですし、好きにすれば良いと考えています。どちらかというと、頑張っているなぁ、それだけ、ギルド戦を必死になって遊戯しているんだなぁ、と感心しているくらいです。そのようなわけで、カーク信者的には、ギルド同士で協定を結ぶ行為を、戦略、と認識しています。このようなギルド戦の獲得ポイントに絡んだ協定は、数ヶ月前から結ばれており、それを苦々しく思っている他のギルドマスターも存在するのです。次は、ギルド同士の協定行為を、苦々しく感じているギルドマスターからいただいたチャットを引用して、違った意見を聞いてみようと思います。他のギルドマスターの意見だよ。私たちの見解は、ランキングシステムに欠陥があり、2つのギルドが競争しないと、最大ポイントが与えられるというものでした。このようなことが起こるゲームやスポーツは、このゲームだけだと思います。とはいえ、抜け道を利用して、有利になるようなスポーツマンシップはよくありません。私の考えでは、4つのトップギルドが参加しないとうまくいかないし、そうでなければ、ゲームを不正に操作することになります。さて、視聴者様はどのようにお考えでしょうか？ギルド戦のポイントをいくら操作しても、ブロンズリーグよりも弱いギルドなら降格戦で敗北しますし、ゴールドリーグのギルドを打ち破る力がなければ、リーグ昇格も無理なのです。カーク信者にチャットを送信してくれているギルドマスターさんは、この件を、不正行為、と認識しているようです。しかし、ギルド戦の報酬を見る限り、引き分けは、割が合わないと思います。運営側としても、このような獲得ポイントの操作をしても意味がないように、報酬の量を設定していると思われる節があるので、これを戦略と認識するか、不正と認識するのかは、価値観の問題のような気がします。まあ、どちらにせよ、海外のギルドマスターさんの中には、ヒーローウォーズに対する熱量が高い人が多いので、武士道精神に反するといった考えなのでしょう。この件に関しての、視聴者様からのコメントをお待ちしています。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、視聴者プレゼントの応募数を見て、意外と少ないな、と感じている人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。